どうも、マスです。今回はタイトルにもある通り、台湾で3年半働いた会社を退職しましたという報告の動画になります。これちょっとね、撮るか迷ってたんですけれども、前々回から給食の Vlog 上げて、で、前回休職しましたっていう感想の動画を上げて、この一連の流れがあるので、ちゃんと退職しましたっていうのも動画内でお伝えしとこうかなと思って、今回動画を回しています。はい。で、ただ退職しましたっていう動画だけだと一瞬で終わっちゃうので、そもそも台湾に来て3年間、どういった会社でどういうことやってたのかっていう、これまでの歴史も振り返りながら、ちょっといろいろと話していけたらなと思うんですけれども、僕がそもそも台湾に来たのがですね、2020年の1月末に日本から台湾に来て、で、2020年の2月から台湾で働き始めたっていう経緯になるんですけれども、僕が働いてた会社っていうのは、台湾に影響力のある YouTuber さんが所属しているような YouTuber のマネージメント会社兼、あと、広告代理店的な側面を持ち合わせた KOL マーケティングだったり IP を取り扱う会社にいましたと。で、そこで僕は営業として入社したんですけど、そこからいろいろありつつ、最終的には日本に関連する事業のマネージャーになりまして、残りの数ヶ月に関しては IP 取り扱う新規事業の採用だったり PR のお仕事をやらせてもらっていました。で、退職に至るっていう感じではあるんですけれども、いやー、この3年半、振り返ればいろいろあったなっていうところで、同じ会社にはいたんですけれども、その時々でやっぱりやることだったりだとか、環境も変わるので、あんまり同じ会社に3年半いたっていう感じではなくて、メンバーもコロコロ変わりますし、やってる内容もなんか変わるので、だから結構僕としては、毎年やる仕事もポジションも変わるし、全然なんか飽きなかったというか、厳しかったですけど、楽しく働かせてもらったなっていう感じですね。3年半台湾で働いてみて、もう改めて思うのが、そもそも働いてること自体、なんていうのかな、働いてる人すごいっていう感じなんですけど、さらになんかもう海外でずっと働き続けてる人っていうのはもう改めてすごいなっていう、もう尊敬でしかないです。だから僕も海外って言っても台湾なんで日本とも距離近いからまだ帰ろうと思ったらすぐ帰れるし、どっちかっていうとまだ日本の文化に近いので、そんなにめちゃくちゃ海外っていう感じはしないんですけれども、それでも僕も台湾に来てから、他の東南アジアだったりアメリカだったりだとか、どこだっけな、いろんな国で働いてる人の YouTube を見て、みんな海外で頑張ってるんやなっていうのを勇気づけられながら、勝手に仲間意識を持って、で、ずっと頑張って働き続けてきたっていう感じなんですけれども、いやー、やっぱね、海外で働いてると、自分がそのマジョリティじゃなくてマイノリティ側になる、いわゆる少数派の方になるので、自分が常に外国人としての認識っていうのをずっと持ってるじゃないですか。当然言葉も違いますし、文化も違うし、やっぱりそういった中で孤独感みたいなのはもう常にあるわけですよね。で、何か、例えば僕が働いてる中で良かったのは、せっかく日本人の人が来て一緒に働くってなっても、やっぱり辞めて、なんていうのかな、また最初からチームを作り直すことになったりだとか、これは台湾の人も一緒なんですけど、せっかく一緒にやってきた人たちが、また離れて、で、一時期は本当にもうチーム解散した方が会社にとってもいいんじゃないかみたいなところを、いろいろ考えてたりもしてたんですけれども、やっぱりそういうのが続くと、なんで台湾で働いてんねやったっけみたいなことを考え始めて、で、多分そういうのっておそらく、日本でもあると思うんですけど、海外で働いてる人は余計にあると思うんですよね、そういうの。で、周りの人たちもそうだったので、なんだろうな、そういう孤独感と常に隣り合わせの中で働いてる海外の人たちっていうのはもう本当にすごいなっていうのは、はい、改めて感じました。で、何が大変やったかっていうと、僕の中ではその言語もそうなんですけれども、これ僕の思い込みみたいなところもあるんですけれども、どうしても一緒に働いてても、なんかちょっと一歩歩み寄れなかったりだとか、なんか自分の中ですごい壁を感じる瞬間っていうのはあったりして、同じ会社なのにすごい、なんていうのか、他の会社と働いてる感みたいなのがやっぱりずっ
と拭えなくて、ただまあその中でも僕としては、一事業部のマネージャーをやらせてもらってたので、自分でこう採用させてもらって、で、一緒に働いてきたメンバーっていうのは、やっぱりその日本人であろうが台湾人であろうが、なんかすごくチームメンバーとして頑張れてたんですよね。で、なんていうのかな、自分が働きたい人たちと働いて結果を出していくっていう、その一つの事業部としての仕事をずっと責任を持たせてもらってやらせてもらってた中で、それが一つの、僕の中でのやりがいでもあったんですけれども、やっぱりこれは前回給食の時にも話したかもしれないんですが、新しくチームから外れて別の仕事をやるってなった時に、やっぱりちょっと違うなってだんだんとこう思い始めてきたっていうところが、休職ないしは退職する、一つの要因になったなと、今話してて感じています。ちょっとなかなかこう今、思いついた言葉で喋ってるのであんまりまとまってないですけれども、最終的に休職して、で、台湾に戻ってきて、で、社長とかともこう話させていただく中で、会議中に、多分辞めるならこのタイミングだなっていうので、退職しますとお伝えさせていただきました。これ以上、だらだらとこう、僕が会社で仕事を続けてても、それは他の人にもちょっと迷惑かかったりもするし、どうせならもうちょっとね、熱量を高く持って、モチベーションを高く持って、こう仕事をしてくれるような人が絶対いた方がいいので、そういった意味でも僕はこのタイミングなのかなっていうところで。で、やっぱり僕としても、ちょうどですね、この7月僕32歳になりましてですね、いろいろこれからもっと働いていくじゃないですか、今後。ってなった時に、ここらでちょっと自分のその働き方とか、自分がなんていうのかな、フィットする働き方っていうのをちゃんとここで確立しないと、多分これ例えば、あと10年後の40歳過ぎた時にも同じような悩みをまたぶり返すなっていうことはすごく思ったので、今回、早めの決断ということで、退職を選んだっていう感じになりますね。いやでももう本当に直感ですね。会議中の、なんていうのか、今やっていう直感ですね。だから何の計画性もないです。はい。お恥ずかしながらっていう感じなんですけれども。ただなんか全然嫌な辞め方とかではなくて、いい感じにこうお話できて、で、いい感じにこう終われたのかなと思ってます。で、実際この3年半働く中でいろんな日本の方、台湾の方と一緒にこう働くことができて、自分の中で何がこう働く上で大切なのかとか、あと何が自分にとって一番辛いのかとか、なんかそういったこともこうだんだんと分かってきて、なんとなく自分のその進む方向性っていうのも今見えつつあるので、ここらでそっち側に向かっていくタイミングなのかなということで、今回の、決断に至ったのかなと思います。そんな感じで今働いた台湾の会社を離れて、またちょっと仕切り直しっていう感じにはなるんですが、ですね、今後のことも特にまだ確定していることは何一つありません。なのでちょっとこの動画上でお伝えすることっていうのがあまりないんですけれども、僕がやっぱり今回その休職する上で最初にこうやりたいなと思ったのが、やっぱり写真撮りたいだったり、で、この YouTube も撮りたいとかっていう、やっぱりそういう創作活動なんですよね。で、ずっと誰にも何も言われてないのに続けてきたことって、そういった写真を撮ることだったり、で、あとはこういった動画を制作することだったり、文章を書いたりっていうところだったので、今後は一応、今僕がこう考えているところで言うと、撮影のお仕事であったりだとか、あとはこれまでやってきたディレクションのお仕事であったりだとか、そういったなんか自分の、例えばそういったコンテンツディレクションだったり、撮影のことだったりだとか、あとは今までこう仕事をしてきた中でのウェブマーケティングであったりだとか、いろんなその自分の得意なところを掛け合わせてできるような仕事っていうのをこれからは、していきたいなと思っています。で、それが独立っていう形なのか、どこかの会社に所属させていただくのかっていうのはまだ決まってないので、これから模索していこうかなと思っています。で、活動場所なんですけれども、ここはですね、台湾をメインに活動していこうかなと思っています。やっぱりですね、僕の中で、今ここで台湾を去って日本に戻るとか、他の海外の国に行くっていうのは、あんまりこう、考えれなくてですね。で、この理由は何かっていうと、もう自分のプライドというか意地みたいなもんで、
やっぱりなんか今ここで台湾去ってしまうと、なんか道半ばというかなんか自分の中で全然何も達成してないのにみたいなのはあるんですよね、正直。だから、やっぱりこう台湾でまず、自分これやり遂げたなって思うものをできてから、次のことは考えたいなと思ってます。そういった意味では、今、当分は台湾で頑張って、で、もし、やっぱり僕他の海外の国とかも好きなので、仕事する機会とかがあれば、そこを行き来したりして、一番のベストは、台湾拠点にしつつも、定期的に日本帰ったりとか、他の海外に行き来できるっていうのが、一番自分の中でベストかなと思ってます。なので、そういったことができるような仕事をしようと思ってますね。もう全然ちょっとまとまってないんですけど、はい。少し先の未来については、そんな感じです。で、直近なんですけれども、台湾の会社を辞める、この7月末で辞めることになるんですけれども、無職になるわけです。こういった時にまず最初にしないといけないのが固定費を下げるっていうことなので、今この住んでるこの家なんですけれども、この家も引っ越したいと思っています。なので今ちょっと引っ越し準備中なんですけれども、一旦この家引き払って、直近は、ビザ手続きして問題なければ、ちょっと日本に帰国して、で、またいろいろ整えてから台湾に戻ってくる予定です。そんな感じでですね、この YouTube だったり、あとはブログ書いたりとかはしていくので、そこでちょっとまたいろいろと良い報告ができるように頑張っていけたらなと思うので、一旦はですね、3年半働いた台湾の会社を退職するっていうところで、ここからまた新たな一歩を踏み出していけたらなと思っております。で、最後に、実際3年半台湾の会社で働いてきて、僕がこれから例えば台湾で働きたい人たちだったり、台湾に移住したい人だったりだとか、そういった方たちの相談に乗れることも多少はあるのかなと思っています。なので、もしこの動画を見て今後台湾に移住したい、台湾で働いてみたいみたいな、自分のそのキャリアの中で台湾っていうのが入ってくる方がいらっしゃれば、僕も何かもしかしたら相談に乗れるかもしれないので、もし何か聞きたい、相談したいという方がいらっしゃったら、YouTube の概要欄の方にお問い合わせフォーム載せてるので、そちらの方からぜひご相談いただけると嬉しいです。こんな感じでですね、普段動画を見ていただいている方とも、ちょっとコミュニケーションを取りながら、自分の中でも他に何かできるのかなっていうのを模索しているような段階なので、いろいろと皆さんとお話ししながら、これから自分のキャリアを進めていけたらなと思っております。という感じでですね、皆さんにも良い報告ができるようにこれから頑張りたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。